はい、金坊主でございます。撮った動画を昨日アップしたんですけれども、その動画についてですね、おしゃべりしていくと。おしゃべりがいらないって方はですね、飛ばしてもらってですね、概要欄に喋ってない動画を入れておきますので、そっちを見てもらえるといいかなと思います。今日はですね、カモシカ EX、滋賀県にあるキャンプ場ですね、に来まして、独立区画サイトのバンガロー付き。なんで寝るところはあって、そこは家族4人が寝て、僕と、あとちらっと見えたかな、ワンコは、今日は車中泊をしようかなと思ってきました。で、車中泊して、で、残りの面々は建物の中に寝るので、タープにするか、テントにするかって悩んだんですけれども、ちょっとね、風が強くなりそう。次の日。なので、片付けの時風が強いとあれかなというので、じゃあ、テント何か持っていこうとなって、スノーピークのゼイズプロを持っていく予定やったんですけれども、今ここで持っているね、このテント、スノーピークのドッグドームプロ6アイボリー。こちらをですね、買いまして、でこちらのテントがなんと 60% オフで買えたんですね。どうやって買ったかというと、リンクアウトレットに行って、で、たまにあるんですよ。なんで、スノーピークのオンラインのアウトレットじゃなくて、店舗のアウトレットとして売ってる時があると。常に入荷してるわけでもないから、常にあるわけではないんですけれども、それで 60% オフで買えて、で、インナーマットと、あと、グランドシートもね、安くで買えたので、これは良かったなと思ってね、購入してきました。で、僕の動画をめちゃめちゃ見てる人やったら、いや、ドッグドーム持ってたやんと。そう、60周年記念のやつを持ってたんですけれども、あの頃はね、いらないかなと思ったんですけれども、スノーピークのランドロックのアイボリーを持ってまして、パーフェクトランドロックか。パーフェクトランドロックアイボリーを持ってまして、それにインナーを中でつけるんじゃなくて、こいつをインナーというか寝室として使ったら、結構広々とね、キャンプできるんじゃないか。プラス、新作のランドロック MFS の白い TC カバーをかけたら、それで薪ストーブか。薪ストーブ入れて、リビングではのんびりする。で、この中で寝るってことをすると、結構いいんじゃないかなと思ってですね。で、今回こいつを試しに貼ってみて、で、中の感じ、もう一回確かめようかなっていうのと、あとは、こういう時に、リビングとしてこいつだけでいけるかなっていうのもあったので、その辺も含めてですね、このドッグドームプロ6、ドッグドームプロ6を持ってきました。ポール2本で自立するので、サクッと設営できますし、さらに、もうポール2本で拡張することができて、あとね、最終的にもうポール1本入れるんですけれども、ポール5本で結構大きいね、空間ができるのでおすすめです。ただ今はですね、アイボリーしか売ってなくてですね、別のグレー膜は60周年記念やったので、今売ってないんですよね。説法祭とかでドッグドームプロ6プロエアみたいなのが出たらね、いいなと思うぐらい、結構好きなテントではあるんですけれども、ただ、インナーテント入れちゃうと、ほとんどインナーテントになっちゃうので、それがいい部分でもあり、ツールームみたいな感じで使いたいってなってくるとちょっと厳しくはなってくる。ただ、ソロで使おうと考えた時には、かなりね、広々とソロで使えるテントっていう部分があるので、何個かこれをメインって考えてくると結構活用方法が限られてくるんですけれども、テント2つ持ってるとか、サブテントとして使うとか、ソロとして使うとかってなってくるといいかなと思います。ただソロとデュオぐらいでいくとインナーテントがちょっとでかすぎるので、そうなってくると、ゼイズプロの方が使い勝手はいいかな。ソロも行くし、ファミリーも行く。で、もう一個なんかテント持ってるってなってくると、こいつは非常に活躍するかなと、個人的にはね、思ってたりします。あとはですね、今、ポール4本入れて、ほぼほぼできたので、ドーム型のテントのいいところはですね、こんな感じで方向性変えれるってところもいいですよね。こんな感じでくるっと変えたり、ちょっと移動しようかなっていう時に移動しやすいのが、こういう形のテントの良いとこかなと思います。あとですね、こちら、
跳ね上げができるんですけれども、雨降っても大丈夫なようにサイドウォールもついている。で、跳ね上げにはね、150センチのポールがあればいいんですけれども、ソロでインナーテントを使わないっていう形でやるといいかなと。インナーテントつけた状態で雨とか降ってきたら、この感じやったら雨びちょびちょに濡れるので、こっちインナーテントなしで使う場合はこっちは跳ね上げるのがいいのかなと思ってたりはします。で、焚き火タープつけてみました。どうでしょう。小川張りにしたらね、いい感じになったので、今回はタープ別に立てる必要なかったんですけれども、このタープもですね、区画サイトでよくキャンプするので、あんまりこのタープの出番がなくてですね、使えてなかったんですけれども、せっかく白いテント買ったんだから、こいつをつけてみようと。で、下の焚き火のね、シールドもあるので、ここでね、焚き火してもタープが燃えないという形になっております。結構この組み合わせ、もしくはもう一個ちっちゃいコネクトタープっていうのがあるので、それもアイボリーのやつも、説法祭ですかね。で出てたかなと思いますが、それも持ってるので、それにするか、これにするか。で、アイボリーのコネクトタープの方を結構インスタとか見てると使ってはる人いるなと思います。ここまで来るとですね、結構区画サイトでも広めのサイトじゃないと立てにくいっていうところがあるので、今回はじゃあこれでいこうかなというところやったんですけれども、タープ今日はいらんよねっていう話になって、建てたけれどもタープは早々に撤収することにしました。子供たちが遊ぶっていうところもあるし、そもそも暑かったら建物もあるし、テントの中もリビングだけだからのんびり使えるしっていうのがあるので、今回は撤収。次回、デュオキャンとか雨キャンとか、雨でも焚き火したいなっていう時にこの組み合わせやっていこうかなと思います。で今日は冒頭に言ったように、家族はみんなあっちで寝ると。で僕とワンコだけは IS の中で寝ると。フレックスのベッドキット入れてまして、いつもやったら全面ね、ベッドにするんですけど、今日はもう僕とワンコだけなので、片方にスノーピークのエアーマットを引きました。このマットはね、正直あんま気に入ってないです。はい。気に入ってない理由としては、やっぱ寝心地そんなに良くない。レビューで最初寝心地いいかなと思ったんですけれども、何回かキャンプで使ってると、そんなにやっぱ寝心地良くないなっていう感じがしてます。エアーだから車内んでしょうけれどもね、やっぱりインフレーターマットとかで寝ると、こっちの方がいいなと思うので、ただ、めちゃくちゃコンパクトにはなるので、荷物の積載で、特に前はノアを乗ってたので、あの頃だったらこれいいなと思ったんですけれども、今ハイエースなので、ある程度荷物乗るので、そうなってくると別にこれにこだわる必要はないかなと。ただ、後で喋るんですけど、これにくっついてくる布団はすごくいいんですよね。なので、布団だけ売ってほしいんですけど、スノーピークは基本布団とマット、セットで売ることが多いみたいで、こいつも布団だけでは売ってくれないので、家族分の布団揃えたいなと思っても全部マットがついてくると。で、マットはいらん。マットはスノーピークのインフレーターマットがある。バラ売りしてほしいなと思いますね。でワンコは、カゴの中で寝る予定です。基本的に狭いところが好きなので、あん中で寝てもらって、で、朝また起きたらリードをつけて、今回はね、このサイトはノーリードではないので、リードつけて過ごしてもらう予定です。鍋の料理ばっかりしてたんですけれども、そろそろ暖かくなってきたなってところで、鍋以外の料理もしよう。で、テントの外で料理いろいろやったら匂いがつくから、ドッグドームは基本寝室として使おうとしているので、外でですね、今回は豪縁を持ってきまして、で、少し前に買って、一回家では使ったけれども、その後全然出番がなかったですね。おたふくソースの鉄板を持ってきました。スノーピークとのコラボですね。なかなか使う場面ないなと思ってたんですけれども、焼きそば焼いたり肉焼いたりしてると、結構これ使いやすいなと。で、鉄のコテをね、持ってきてる予定やったんですけれども、鉄のコテを持ってくるのを忘れてですね、後で画面も出しますけれども、だいぶ焦げてガビガビになっちゃいました。最終的にね、お湯入れてゴリゴリこすって取れたんですけれども、やっぱ鉄のコテないとあかんな。ちゃんと豪快にね、ガンガンいろいろ焼いて美味しいなって美味しかったんですけれども、その後のこんな感じですわね。だいぶ焼けちゃって、
焦げちゃってみたいな。ただ、キャンプだしね、こんな豪快な感じでいいかなと思ってます。めちゃめちゃなんかね、料理上手にしてたりとか、おしゃれな動画上げてはる人を見ると、こういう場面はどうしてはるんでしょう、こういうことが起きないのか、もしくはまあカットしてるのか。うちはまあ、こんな感じです。で、こんな感じですね。もう映えもクソもない。食えりゃいい。美味しかったらいい。まあ、火通りゃいいという感じで、うちはやっております。で、スノーピークのウォータージャグ、動画上げてますけど、めっちゃ便利でした。これはもうね、重宝しますね。鉄板焼きいろいろやろうと思うので、ちょっとね、またインターネットで情報収集して、卵チーズとか、なんか美味しそうな鉄板焼きのメニューもしあれば教えてもらえたらなと思います。今のところ卵とチーズ混ぜるオムレツぐらいしか出てこないですね。まあこんな感じで楽しくいつも過ごしてます。今回はね、区画サイトのその独立サイトなんですけど、あっちに見えるのが管理棟で、さらにトイレとシャワーが隣にあるので、予約ができたらいつもここを予約するようにしてます。周りのサイトがそんなないので静かに過ごせるし、トイレ行きたかったらまあまあトイレも近いし、シャワーも近いし、で、広いし、建物あるし、値段はちょっと高いんですけれども、まあ、たまに来る分にはいいかなと。あとは、ラビットサイトっていうこの向こう側にあるサイトがあるので、そこを使うことが多いかなって、ここはカモシカ EX は。ただ、うちからちょっと若干遠いので、やっぱメイン多いとしてやっぱコンゼってところによく行ってますけれども、まあ、カモシカの方はですね、トイレが多くてシャワーも多いので、やっぱしこう途中お腹が痛くなったりするとね、トイレが閉まっているってことがあんまりない。まあ、今日は180人おったらしいので、結構トイレも混んでましたけれども、まあ、カモシカグループ、イケア、ファミキャンは基本間違いないんかなというふうに思ってます。そして今回もついてきたワンコですね。ワンコは非常にキャンプ苦手で、ずっと家にいたい子なので、あんまりこうキャンプ場に連れてっても喜んでくれないですね。ああ、連れてこられたかというような感じでいつも過ごしてはります。こんな感じで。家が好きなのでね、寒いわけではないんですけれども、やっぱちょっと緊張してるっていうのもあって震えてたりはしますね。周りでいろいろ見えちゃうので、その辺で気使っちゃうってところもあるのかなという部分。まあ、なので、ある程度ね、一緒に過ごしてみたんですけれども、テントの中でタクードっていう石油ストーブ使ってたので、テントの中あったかいし、あと周りもね、遮れるので、テントの中でこいつは過ごしてもらおうと思います。テントの中入ったらもうそのまますぐ爆睡してましたね。で今回も横長メッシュ焚き火台っていう焚き火台を持ってきましたが、やっぱこの焚き火台はね、いろんな動画でも言ってますけれども、いい焚き火台かなと思います。でもう一個ですね、ソロの焚き火台を最近買いましたので、それはまたね、動画上げようかなと思いますが、ソロの焚き火台ばっかり買ってもって思うんですが、ファミキアの焚き火台はもうスノーピークの焚き火台 L が一番しっくりきてるので、ソロはそこまでね、場所取らないからいくつか持ってても怒られないかなと思って。あとはまあもう薪じゃなくて最近はもうオガライトですね。毎回毎回薪を投入しなくて済むので、当面ずっとオガライト。で今日はですね、天気予報やったんですけど、夜は雨降りましたし、風も強かったので、やっぱこう山の天気は変わりやすい。天気予報見て雨降らんって言ってたんですけどね、めちゃめちゃ降ってました。でうちは夜8時半には消灯なので、キャンプ場に来てもだいたい9時ぐらいには消灯ですね。で、子供が寝たら僕らも寝るので、だいたい僕らも9時から9時半ぐらいには消灯。10時までには確実に寝てますね。で、朝起きて鉄板汚れてたので、タクードの上にマルチグリドルを置いて、ハッシュドポテトの朝ごはんですね。朝ごはんもね、いつも菓子パンとかなんですけど、そろそろちゃんと作ろうと思います。でこちらね、スノーピークの先ほど冒頭でも話してたシュラフですけれども、表面と裏面で生地が違うので、よくこれいうやつやったら表も裏もね、同じ生地で
寝てるとちょっとこうシャカシャカしすぎてて寝にくいのがあるんですけれども、こっちはですね、裏面はちょっとシャカシャカしない素材なので非常に寝やすい、いいシュラフかなと思います。これだけで販売スノーピークさんしていただけるとありがたいです。で今回、このドッグドーム持ってきてよかったなと思いました。リビングとしてはね、もう完璧なテントかなと思いました。で、寝室も、横に何人か寝れるし、6人、6ですからね、6人まで寝れるので、うちの家族全員プラスワンちゃんでも寝れるし、前回、色違いの60周年のやつ使ってる時も家族全員寝れましたので、これはね、やっぱ、売らずにずっと持っておこうかなと思いました。ランドロックと接続した時にどんな感じになるかなっていう部分と、実際、メインとしては新作のランドロックにつなぎたいので、そうなってくるとですね、やっぱし火の粉が出てくる MK ストーブっていうストーブスノーピークのを使うんですけれども、あいつは結構火の粉出てくるので、火の粉出てきてこのドッグドームに穴が開いちゃうのは辛いから、何か白い TC でこいつを守るか、どうやったらいいかなっていろいろ考えてはいるんですけれども、なんか白い TC 生地でちょっと上にかけてですね、こいつを守ろうかなと今は思ってはいるんですが、何かいい方法があれば教えてほしい。そもそも、薪ストーブから火の粉出ないようにスパークアレスタつけたりとか、あとは使う薪もはぜないようにオガライト使うとかいろいろ考えてはいるんですけれども、なかなかね、MK ストーブは火の粉が出てくるので、ちょっと困ってはいますが。で、こんな感じでですね、今日はとりあえず撮ってみましたけれども、今後ですね、毎回こういう感じで、2本動画を上げていこうかなと思っています。1本は雰囲気、キャンプっぽい動画。で、もう1本は、僕は喋りたがりなので、私がベラベラ喋る動画の2本でいこうと思います。1本に最初まとめようと思ったんですけれども、何個か DM が来てですね、喋らない方が好きですっていう人もいたら、いつも通り喋ってほしいですっていう人もいたので、ならもう2本というところで、喋る系と喋らん系で当面ちょっと上げていこうかなと。で、過去の動画も時間があればですね、喋ってない動画は私の声を入れた状態で再度アップしていこうかなと思いますので、よくないねは押さずにですね、これが嫌だった方は声なしバージョンを見に行っていただけたらなと思います。引き続きお願いします。以上です。ご清聴ありがとうございました。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way